えーっと、コンピューターをちょっと変えましたんで、こちらの方では問題なく配信されているような感じなんで、今日はちょっと縮小してですね、配信したいと思いますので、よろしくお願いします。今日は2020年の1月の10日金曜日ですね。時間が大幅に遅れまして、日本時間の夜の11時8分ということで、30分ぐらい、この原因が分かんなくてですね、また切れました。ということは何なんだろうね。妨害なんですかね。皆さんいかがですか？再開しましたけど、音声、映像、どんな感じなんですかね。大丈夫ですか？大丈夫みたいですね。それじゃあ今日はですね、メインテーマだけ絞って、せっかくですんで、やりたいと思うんですね。で、メインテーマは何かというと、現在我々が、あ現在我々が世界規模で直面している生活破壊と地球環境破壊の根本原因とは何かということで、ナンバー1なんですね。そこだけ今日は非常にせっかくなんで重要な課題ですので、取り上げたいということです。ということで、ちょっと待ってください。今日のメインテーマ。えーっと、そうですね。今日のメインテーマ。現在我々が世界規模で直面している生活破壊と地球環境破壊の根本原因とは何かのナンバー1です。えーっと、答えを先に言うとですね、それは我々の日々の労働によって価値が生み出される実体経済、その実体経済の数十倍の規模に膨張した金と金融商品のやり取りだけで何の価値も生まない、えー、博打経済である金融経済が人間の生活基盤である実体経済と人間の人間の生命の基盤である地球環境を全面破壊しているということなんですよね、根本原因は。そのことをちゃんと見抜かないと、いわゆる個々の現象がバラバラにですね、ただただ起こっていると。そして対処療法をして、結局事態がどん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 悪化していくということになるわけですよね。ですから根本原因さえ分かれば、それの根本原因を、それじゃどうすれば解決できるのかという話になって、解決の方向性が出てくるんですけど、この根本原因が分かんないと、ここバラバラのことに作用して、結局、最悪の状態に、なっちゃうということなんですね。で、すなわち、我々が生きている今の社会とは、超金融経済が全てを支配すると。実体経済と地球環境を全面破壊する。そして肥大化するという超金融資本主義の社会だということをはっきり認識する必要があるということですね。初耳さんが今日のメインテーマ、リツイートしてくれました。メルヘンさん、コンティニューコインですね。K さん、大丈夫ですと。キララカットさん、お茶爆点ということですね。やはりあれですね、もう一台の携帯端末が調子悪かったんじゃないかと思うんですね。ということで、それじゃあ、超金融資本主義はいつ生まれたのかということなんですね。これはそんな古くないんですよ。
たかだか50年足らずなんですね。で、いつ生まれたかという問題なんですけど、それは今から49年前の1971年にニクソン米大統領が突然発表したドルと金の打艦停止といういわゆるニクソンショックによって生まれたんだということなんですね。で、なぜかというと、それまではですね、世界の基軸通貨であるドルを発行する通貨発行権を独占してた FRB、アメリカの中央銀行ですね。これはもう100%ロスチャイド系銀行が握っているということで、ロスチャイド国際金融マフィアが支配してるんですね。で、彼らが支配してても、結局、ドルと金が打艦されるということになると、FRB が所有している金の総量に彼らの通貨発行の総量が規定されるということで、まだ制限があったわけですよね。で、それが1971年の8月15日ですね、ニクソンが突然言い出して、ドルと金の打艦を停止すると。停止するってことは、一時的な停止じゃなくて、もう廃止したんですね。で、それ、一体どういう意味があるかというと、要するに今言いましたように、ドルの通貨発行の総量が今まではFRB が保有してた金の総量に制限されてたのを、それを取っ払っちゃって、彼らが好きなように、彼らとは誰かというと、ロシアの国際金融マフィアですね。彼らが希望する額だけ大量にドルを発行することができるようになったんですね。このことの意味は非常に大きいんですね。で、そのことによって、現在、50年後の現在、その信用創造されたドル、そして各国の日銀の円とか、ECB のユーロとか、あるいはイングランド銀行のポンド等々も同じように、金の裏付けのない、莫大な信用創造が彼らの希望通り発行できるという状況の中で金融経済が急速に膨張しちゃったということなんですね。で、次、それじゃあ、この超金融資本主義っていうのはどのように生まれたのかと、いつ生まれたのかっていうのは今言いましたように、1971年のニクソンショック以来なんですね。それ以降、各国の通貨っていうのは、それまでは金との連動があったんで、減価しなかったんですけど、今、50年後の現在、ドルなんかは1971年当時の金との比較にすればたかだか 5% ぐらいの価値しか持ってないと20分の1に、減価しちゃったんですね。なぜかというとドルはどんどんすられたからドルの価値が20分の1になったと。で円もたかだか8%とか10%、10分の1とか12分の1になったと。から円とかスイスが相対的に価値を保ってるんですけど、それでもたかだか10分の1に過ぎないと。イタリアのリラなんかは30分の1、50分の1になってるわけですよね。それじゃあ、どのように生まれたのかということなのね。いつ生まれたかということと、それじゃあどのように生まれたのかと。超金融資本主義。それは各国の政府、中央銀行、
民間銀行が信用創造特権というのをそれぞれ独占していると。その3つの三位一体のですね、国民資産横領にシステムが生まれたからなんですね。非常にこれ巧妙なんですよね。で、合法的ということで、国民にはそのからくりが隠されてて、ほとんど誰も知らないという状況なんですよね。ですから実体経済が生み出す価値の総計である我々の国民資産が政府と中央銀行と民間銀行が独占する信用創造特権によって国民が知らないうちに非常に合法的かつ巧妙にですね、金融経済に略奪されているということによって超金融資本主義ができたということなんですね。それじゃあ信用創造特権といったら何かと、政府が独占する、国債発行権ですよね。で、政府は赤字財政、あるいは財政、出動のためにですね、莫大な金額の国債を毎年発行して、全量を民間銀行に引き取らせると。民間銀行が買うわけですよね。そして、高い金利を払うと。日本の場合は毎年9兆円の国債費を民間銀行に払ってるんですね。そして、最終的にはこの民間銀行が買い取った国債は中央銀行が引き取るという三位一体の構造になってるんですよね。で、これが政府ですね。政府が国際発行権を独占しているということから次に中央銀行ですね。中央銀行が貨幣発行権を独占していると。で、中央銀行は銀行権です。銀行権の増刷によって、政府が発行して民間銀行が買い入れた国債を最終的に買い取ると。そして民間銀行に資金と利子を供給するという構図ですね。そして、3つ目、民間銀行。これは、これも非常に巧妙に隠されてるんですけど、いわゆる準備預金制度という制度があって、一般的には民間銀行が破綻した場合、中央銀行が資金、援助できるような保険制度だというふうに言われてるんですけど、実は違うんですよね。実は違うんですよ。これは準備預金の金利っていうのがずっと先進国全部1%なんですね。1%のいわゆる他人のお金、預金者が預金で預けた各民間銀行が所有している預金の総額の 1% を中央銀行に予託すると、たちまち100倍の信用創造が生まれるという、打ち出の小槌のシステムなんですね。だから他人の金、預金者の金の1%を中央銀行に予託すると、100倍の信用創造が生まれるということなんですね。で、100倍の信用創造っていうのは実際のお金じゃなくて、架空のお金なんですよ。で、架空のお金に高い利子をつけて、ありとあらゆるものに貸し付けて、借金付けにするということで、超金融資本主義の体制が完成するということですよね。で、この、そういうことですね。民間銀行は創造された架空の資金に高い利子をつけて個人、企業、地方自治体、中央政府に融資して全員を借金付けにするということですね。で、その結果、超金融資本主義の社会、その結果、
何が起こったのかと、あるいは何が起ころうとしているのかということですよね。で、これはもう世界各国深刻な問題として貧困が蔓延すると。そして、貧困の結果、自殺者が増加するということですよね。まあ、生活が破壊されるということですね。で、今日もトピックスの中で取り上げようと思ってたんですけど、70歳の寝たきりの娘さんを介護するために、83歳かな、高齢の母親がですね、もう介護しきれないということで、娘さんと無理心中して2人とも亡くなっちゃったという悲惨な、いわゆる心中事件が起こってるんですけど、まさにこれですよね。そして、この前、紹介しました韓国映画の1997年にアジア通貨危機というのが起こって、その韓国での様子をですね、実写化した国家が破産するときというなかなかいい映画があったんですけど、その映画の中で描かれている現実も結局金融経済が実体経済を破壊するということをリアルに、表してたんですね。から2つ目、何が起こるか。奴隷市場の蔓延と、奴隷労働の蔓延と、それから過労死の増加ということですね。これはこれもまた紹介しましたイギリスの映画ですよね。家族を思うときという映画の中で、結局、自営業で、独立して、宅配業の独立営業者として働き始めた主人公一家がどのようにして奴隷労働に、されるかと。その結果、家族が解体されバラバラになっていくという様子を表したんですけど、これはまあ日本で言えばコンビニのオーナーが過労死すると、あるいはいくら24時間労働を強いられて、すべての責任を個人営業者としてのオーナーに課せられちゃうという日本のコンビニのシステム、奴隷労働ですよね。このことが一体どこから起こるのかということは、結局は金融経済が実体経済を破壊するということなんですよね。それから各国でいわゆる極右ファシスト政権が登場するということで、結局金融経済を擁護するための政権として、極右ファシスト政権が登場し、それに反対する市民、国民、労働者等々を弾圧すると、人権と自由が迫害されるということが蔓延化するということなんですね。そして、先進国で、実体経済としての経済成長がほぼゼロになっちゃうと。中国の 6% 以外はほぼゼロなんですね。先進国ですよ。日本の2019年の去年の、経済成長率、まだ予測の段階ですけど、0.89% という、これだけみんなが一生懸命働いてても、実体経済の成長が0.89%と。で、しかも、アベノミクスという壮大な詐欺の、国民資産を横領する、アベノミクス700兆円もの税金と、それから銀行券の供給しても、実体経済は0.89%しか伸びないっていうのは一体、その金は一体どこに行ったのかと。それはも
金融経済の方に行っているということなんですよ。そして、世界金融恐慌が勃発するだろうと、ほぼ臨界点に達した超金融資本主義が爆発するということで、未曾有の規模の世界金融恐慌が勃発するんじゃないかということで、今年数ヶ月後とジム・ジョーンズは言ってますけど、おそらく今年の遅くとも秋9月、東京オリンピックが終わった後ぐらいには来るんじゃないかという気がしますよね。そして、それを最終的に解決する手段として、第三次世界大戦、核戦争が準備されるということで、結局これが始まると人類が滅亡すると、単に生活が破壊されるだけじゃなくて、人類の存亡の危機になるということですよね。そして現在、オーストラリアの、今日のトピックスでも取り上げようと思ってたんですけど、今までオーストラリアで消失した森林大火災の面積っていうのは、総面積っていうのはほぼ韓国全体の全土に匹敵するという、まだ燃え続けてるんですよね。そして、爬虫類とか哺乳類とか昆虫含めた生物が10億匹単位で殺されると。コアラが2万匹ぐらい消死するという事態になっているわけですよね。結局、地球温暖化、そして、気候変動による地球環境が破壊されるということは、食料生産ができなくなるということは、全世界的な危機になるということは、最終的には人類が滅亡しちゃうと、こういうふうになるわけですよね。それじゃあ、この超金融資本主義を終わらせることのできる唯一の方法とは一体何かということで、これは私がずっと主張している我々市民革命派市民が世界各国で市民革命運動を起こすと。そして一日も早く世界各国で市民革命政権を樹立して、政権公約を実行すると。これしかないんだということなんですよね。それじゃあその市民革命運動が成功した社会っていうのはどうなるのかということで、人々の生活に役立つ価値を生む実体経済中心の社会になると。だから日本の場合は実体経済の20倍の規模に肥大化した金融経済が縮小されて、金融経済自体が実体経済にのみ役に立つという存在になって、実体経済中心の社会になるということなんですね。そして毎年3%から5%の実質的な経済成長が持続貧困のない豊かな社会になるということですね。それと投機経済がなくなると、博打経済もなくなるということで、金融経済が実体経済のためのみに使われる社会になるということ。そして、金融経済が縮小することで、金融経済が財源として肥大化してきた兵器産業等々が衰退し、結果としてテロと戦争が資金難にあってですね、消滅するという世界的な規模で平和な社会になる。そして地球温暖化と気候
大変動の原因である CO2 の排出の資金源であった金融経済が縮小することで、地球環境が保護される社会となるということですね。で、この CO2 の排出が原因だと、主要な原因であるというふうに、言われてるんですけど、それに真っ向から反対する人たちが、いるわけですよね。CO2 の排出を理由にして、いわゆる原発推進派が陰謀論的にこの CO2 の排出が地球温暖化と気候大変動の主要原因であると言っているのは大嘘であって、地球全体は長い歴史の中で寒冷化してんだという、主張する人が、いるわけですけど、特に、まあ反権力的な人たち、広瀬隆などが言ってるんですね。CO2 の排出が地球温暖化と地球の気候変動の主要な原因であるというのは全くの嘘であるというふうに彼は本も書いてるんですけど、でもこれほどもう100年近くですね、人類が文明をこれほどまで巨大化させた結果、排出した CO2 が何の温暖化、気候変動に影響もないということ自体がありえないですよね。ということなんですね。それじゃあ、この市民革命運動が失敗したらどういう社会になるのかということで、結局、臨界点に達した金融経済によって未曾有の世界金融恐慌が発生すると。で、実体経済と市民生活は完全に破壊されちゃうということですね。だから10年前のリーマンショックと比べたら、それ以上の金融恐慌が勃発する危険性があるということですよね。それだけマグマが大量に爆発寸前まで臨界点に達する寸前まで来ているということなんですよね。そして未曾有の世界金融恐慌を最終的に解決する手段として世界大戦が用意されるということで、今回用意されるとしたら第三次世界大戦で全面核戦争だということで、人類自体が滅亡することは確実なんですね。そして、地球温暖化と気候変動が極端に、達し、極度に発達し、地球環境が全面破壊されて、最終的に食糧危機になり、人類は滅亡するということが予想されるわけです。だから唯一の、私が強調している唯一のこの超金融資本主義を終わらせる唯一の方法とは、我々市民革命派が市民革命政権を樹立して、金融経済を縮小させて、自体経済を復活させることだということしかないということなんですよね。ということで、今日のメインテーマだけ、重要なんで、せっかくなんで、え今日の放送、これで、終わりますけど、今日言ったことのですね、取り上げたことをちょっとアップしますね。今日のメインテーマ。えっと、
で、答えを先に言うと、それは我々の日々の労働によって価値が生み出される自体経済の数十倍の規模に膨張した金と金融商品のやり取りだけで何の価値も生まない博打経済の金融経済が金融経済が人間の生活の基盤である自体経済と人間の生命の基盤である地球環境を全面破壊しているからと。だからなんだと。このポイントを理解することなくしては、現在我々が直面している深刻な問題を解決する解決方法というのは出てこないんですね。すなわち、今我々が生きている社会とは、金融経済が全てを支配し、実体経済と地球環境を全面破壊して、ますます肥大化する超金融資本主義の社会ということ。これがポイントなんですよね。ここを外しちゃうと、解決方法が出てこないんですよ。それぞれ、別々、個々バラバラの問題を個々バラバラに対症療法として解決しようとするけど、結局一番肝心なところが抜けるんで、解決にならないですね。それじゃあ超金融資本主義はいつ生まれたのかと。これは1971年です。ニクソンショックによって、それまで、ドルと金の打艦によって、FRB が持つ世界基軸通貨であるドルの通貨発行権の制限してたんですね。その制限を取っ払っちゃったということで、結局彼らが望むだけ、彼らと一体誰かというと、ロシアの国際金融マフィアですよ。ロシアの国際金融マフィアが望むだけのドルをどんどん吸って世界にばらまくと。ばらまく先が金融機関なんですね、世界中の。そのことによって、膨大な信用創造が供給されることによって金融資本主義が急膨張して超金融資本主義の世界になったということなんですね。それまでの FRB が持ってた金融の保有数量とは関係なく、彼らが好きなだけドルをすりにすれるということが可能になっちゃったんですね。だから、マイアムシェ・ロシアイド、初代ロシアイドが1700、え1790年に言った言葉ですよね。一国の通貨の発行権と管理権を与えようと。そうすれば、誰が法律を作ろうと、そんなことは関係ねえんだと。そのことが現実になってるんですね、今。だから各国の通貨っていうのが、この1971年以降、ドルとか紙幣の増刷、各国の中央銀行が紙幣を増刷することによって、金との価格が暴落しているということで、20倍、30倍、40分の1になっているという、ドルなんかは 5% ぐらいしか価値がなくなっちゃったんですね。1971年の1ドル金との関係ですれば、今のドルの価値っていうのは20分の1になっているということですね。それはどのように生まれたのかと。どのように、いつ生まれたのかと
ともにどのように生まれたのかと。これはもう信用創造特権、三位一体の国民資産を横領する非常に巧妙に作られた政府、中央銀行、民間銀行が三位一体で国民資産を横領するこのシステムが生まれたことによって超金融資本主義が生まれたんだということなんですね。だから実体経済が生み出す価値の総量である我々の国民資産は政府と中央銀行と民間銀行が独占する信用創造特権によって国民が気づかない合法的かつ巧妙にですね、中脱されていると、散奪されていると、気づかない。国民が気づかない。合法的かつ巧妙に作られている。これはすごいシステムですよ。で、政府が独占している国債発行権。これは政府は財政赤字とか、あるいは公共事業の名目で毎年国債を大量に発行して民間銀行に引き受けさせて、民間銀行から利子を払って多額の借金をしているということですね。それから中央銀行が持つ貨幣発行権と。これは中央銀行は銀行権の増刷によって政府が発行して民間銀行が買い入れた国債を最後には買い取るということで民間銀行に資金と利子を供給するということですね。そして、民間銀行が他人の金から金を生む詐欺システム、準備預金制度、独占していると。この制度のおかげで民間銀行は預金者の預金総額の 1% を中央銀行に予託すると100倍の信用創造が生まれると。いわゆる架空の資金が生まれるんですね。で、それに高い金利をつけて、全員を借金付けにすると。こういうことが現在の銀行なんですよ、民間銀行。で、民間銀行は創造された架空の資金に高い利子をつけて、企業、地方自治体、個人、中央政府に融資すると。借金付けにするということなのね。じゃあその結果、世界規模で何が起こり、何がこれから起ころうとしているのかということですよね。これは世界規模で貧困の蔓延と自殺の増加、生活破壊、それから奴隷労働の蔓延と過労死の増加、生活破壊ということですね。それから人権と自由の抑圧と極右ファシスト政権の増加と。増加。結局、超金融資本主義を守るために、それに反対する市民、国民、労働者を弾圧する。だから極右ファシスト政権がアメリカ、日本でもそうですよね。あるいはフィリピンとか、ブラジルとか、イギリスもそうですよね。増加。先進国で、経済成長がゼロになっちゃう。中国以外は。
なぜ中国は 6% の高度成長が可能なのかというと、世界で唯一、先進国の中で唯一、ロシアの国際金融マフィアが金融支配してないからです。他の国は全部してると。中央銀行、政府、民間銀行。だから逆に言えば、市民革命政権樹立によってロシアの国際金融マフィアを解体できれば5%、6%の経済成長は可能なんですよ。それと世界金融恐慌の勃発の危険性が高まるということで、その最終的な解決方法として世界大戦が企画されると。で、今回は第三次世界大戦になると、もう全面核戦争で人類は滅亡することは確実なんですね。そしてテロと内戦の勃発によって、同じように第三次世界大戦、全面戦争、核戦争が勃発して人類が滅亡すると。で、地球温暖化と気候変動による地球環境破壊によって、食糧危機、人類滅亡ということになるんですね。それじゃあ、唯一終わらせられる方法とは何かと。これが我々が言ってる市民革命派、市民が市民革命運動を世界各国で起こすと。そして、市民革命政権を一日も早く樹立して、政権公約を実行することだと。政権公約とは何かというと、実体経済を復元させると。金融経済に課税すると。5% の課税で、日本では500兆円もの新しい税金が生まれるわけですよね。で、それをベーシックインカムとか、あるいは教育の無償化とか、あるいは子ども給付金とか、あるいは医療とか介護とか福祉に使うとか等々に、そして1100兆円の国の借金の返済の原資にすると、こういうことですよね。それじゃあ我々の市民革命運動が成功したらどのような社会になるのかということ、人々の生活に役立つ価値を生む実体経済中心の社会になるんだということですね。それから毎年3%から5%の実質経済成長が持続する貧困のない豊かな社会になるということですね。それから投機経済なくなると、博打経済もなくなると。金融経済が実体経済のためだけに役立つようになると。だから実体経済の肥大化が阻止され、縮小すると。から金融経済が原資であった軍需産業とか軍事企業等々が消滅してテロと戦争がなくなる平和な社会なんだ。それから地球環境と地球気候大変動の原因である CO2 の排出の資金源であって金融経済が縮小することで地球環境が保護される持続可能な社会になると。じゃあもしも失敗したらどうなるのかと。これは最悪ですよね。臨界点に達した金融経済によって未曾有の世界金融恐慌が発生し、実体経済と市民生活は全面破壊されると。それから未曾有の金融恐慌の最終解決手段として第三次世界大戦が企画されると、発動されると。第三次世界
大戦というのはもう全面核戦争になるんですね。だから今回のトランプによる、イランのナンバー2のドローンによるテロですね、によって、第三次世界大戦の勃発の危険性が生じたわけですよね。で、今のところ、イランもトランプも自制してますけど、このような動きというのは、これからどんどん強まっていくということじゃないですかね。のこのこさん、コンティニューコインですね。ありがとうございます。そして、地球温暖化と気候大変動によって、地球環境が破壊され、食料生産ができなくなり、大飢饉が発生して、人類が滅亡するということになるわけですね、失敗したら。ということで、今日のメインテーマ、ナンバー1は終わりです。ということで、今日は非常に変則的ですけど、縮小版ですね。今日のメインテーマだけ取り上げて、今日金曜日、2020年1月10日、現在日本時間でもう12時近いですね。夜の11時55分というふうになってまして、申し訳なかったです。なんか私の持ってきたノートパソコンの調子が悪くてですね、3回か4回、途中で止まっちゃって、その都度再起動してやったんですけど、結局治んないということで、もう1台のノートパソコンで、初めてなんですけど、中継ができましたので、今日の放送はこれで、終わらせていただいて、今日放送できなかった分は来週の月曜日に、放送したいと思いますので、よろしくお願いします。たくさんの方にコメントしていただいて、ありがとうございました。ちょっと、そうですね、初耳さんから、ジョシュア・マーティンさん、お茶バク転ですね。ということで、今日は変則的な放送になりましたけど、今日の放送、金曜日の放送はこれで終わります。そして明日ですね、こっちのノートパソコンを持ってきますので、中継できると思いますので、午後の5時から7時まで、第26回目の根っこ勉強会、テーマが2020年はどうなるのかと、2020年をどうするのかという統一テーマで4人のパネラーがそれぞれの意見を言って、その後全員で、議論するということで、やりたいと思いますので、もしもよろしければまた、合流してくださいということです。ということで、今日の放送終わりです。コメントいただいて、あとコンティニューコインいただいて、どうにか縮小版として今日の放送は終わることできましたので、ありがとうございました。お疲れ様でした。放送終わります。